Sometimes what you want ain't what you need. こんにちは。Hello、アンニョン、ニハオ、どうも、はるかです。今回は大分県由布市にやってきました。今日の動画は、地元の人がおすすめするお土産セレクトということでですね、今日はどんどんお土産を皆さんに紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。まずは1軒目、湯布院時の色っていうところに行こうと思います。じゃじゃん、このおしゃれな看板のところなので入りましょう。お邪魔します。こちらオーナーの阿部さんです。米粉を使ったガトーショコラが有名っていうふうに聞いてるんですけれども、はい、なんでそもそも米粉を使おうと思ったんですか？そうですね、ちょっと今日はお天気悪くて、はい、見えませんが、ここの盆地をぐるっとこうなんて言いますかね、山に囲まれてるんですけれども、で山に囲まれてるってことは水がすごく豊富なんです。へー。で、なるほど。はい、盆地の南側には田園がずっと広がっています。はい。ですから、湯布院の景観、だから魅力を、作っているのは農業景観なんですね。そこから生まれたお米を使って湯布院のお土産を作りたいなと思いまして。おー、素敵なストーリー。じゃあなんか今の話聞くと、なんか湯布院の綺麗な景観をなんかガトーショコラに詰め込んだみたいな感じですね。ありがとうございます。今のいいフレーズ一応湯布院の風景をこちらですね、詰め込んだお土産よということで。当たってた。ほな、おー。戻しました。ありがとうございます。はい、いいサイズ。ありがとうございます。はい、これなんやろ、上のやつ。はい。一番左ガトーショコラには大分県のベリーツ。あ、ベリーツか。はい。有名な大分県のいちご。あと抹茶の上に乗っかってるのは、はい、湯布院では本当に、昔からあるお菓子なんですけど、ゆずねりという、真ん中が、はい、これ自体に乗っかってるのはかぼすのジャムです。こちらです。これも湯布院の方で作られてます。美味しそう、はい、いただきます。どうぞ。ありがとうございます。ということで次行きましょうか。レッツゴー。はい、こちら2軒目に着きました。由布市の木を使ったお箸屋さんになってるんで、ちょっと入りましょうか。こんにちは。オーナーの西原さんです。こんにちは。なんかお箸の特徴ってあるんですか？うちの箸は、材質がいろいろあったりとか、その材質によって硬さが違ったりとか、しなり具合も若干違ってたりしますね。で、どういう材料を使っているかというと、町内で、間伐された木だとか庭木の剪定とかでたくさん木切られる方いらっしゃるんですけど、そういう方から少しずつ木を分けていただいて、お箸を作っているっていう感じらしいです。そうなんや。そもそも西原さん、なんでお箸屋さんを由布市でしようって思ったんですか？ですね、私この湯布院で、はい、箸を始める前に5年ほど、別のところで、アトリエ時っていうところで修行させていただいたんですけど、そこの師匠の教えで、木は無駄なく使えというふうに師匠がおっしゃってました。で、町内で5年ほど過ごしていると、いろんな知り合いができるんですけど、そういう方から、私もこうやってたんで木いるかというふうによく聞かれることが多々ありまして、はい、で、一番有効利用するにはどうしたらいいかということをいろいろ考えた挙句に、箸が一番自分に適してたと。なるほどね。そんな素敵なストーリーを聞いた後、これをお土産選ぼうかな。じゃあ私はこれにします。桜の木と栗の木。これ面白いのがね、ここにそれぞれの木がどういうルーツでやってきたのかと、桜のストーリーも素敵なので私桜にしたんですけど、ちょっと読んでみましょうね。道路拡張のために切り取られた木にもう一度命を吹き込みました。花言葉はあなたに微笑む。いろんなルーツから来てるお箸に。次行くお店ははかり屋さんです。こんにちは。ということでオーナーの山野さんにお伺いしたいんですけど、山野さん、
いろんなお酒が置いてるんですけど、はかり屋さんオリジナルとかってあるんですか？もう30年ぐらいになるんですけど。あ、そんなに。はい、この辺一帯全部そうですね。あ、これはこの辺が日本酒がこの辺一帯が全部そうですね。へえ。うちはね、明治からなんでもう100年は言うと超えてる。100年も超えてる。昔はその瓶とかじゃないからみんな器に移して売ってる。ああ、面白い。だからはかり屋っていう。そういうこと。そうです。だから野菜でも何でもあったけど、味噌醤油もすべてここで測って売ってたから通称はかり屋で。何それ、面白い。それをそのままお店の名前にした。そういうことだったんだ。湯の坪街道に面してるんですね。そうですね。もうだから古いからやっぱり湯の坪がまだ栄える前からなんで。はい。はい。なんか昔から見守ってきたんですね、じゃあ。そうですね。やっぱりちょうど先人たちがやっぱり木を植えないといけないということで、木をやっぱりかなりの本数植えたりして、今残ってるのも少ないんだけど、でもやっぱり緑がある町と緑がない町では全然印象が違うんで、確かに観光客の方はここに来ると一番落ち着くって言いますね。ああ、なんかその気持ちらしいっていうふうに言ってもらえる。わかります。店を当初した時にセットバックって言って道路から引っ込めてるんですね、店舗。確かにそうですね。はい、普通は今店舗土地ギリギリまで建てるところが多いんだけど、はい、わざとこういうふうにしてその分にこのスペース空間を作って椅子テーブルを置いてゆっくりしてもらう。だからこれをうちがやって結構何軒かが皆さん習ってやってくれたような形がまだ残ってるのが唯一この近所わあ、です。素敵。じゃあ私そこで湯布院サイダー飲んでもいいですか？あ、そうしようと。ありがとうございます。山野さんから聞いた素敵なストーリーとともに乾杯。ということで最後の場所、湯布院フローラハウスさんにやってきました。こんにちは。オーナーの小山さんです。よろしくお願いします。小山さん、湯布院フローラハウスってどういう場所なんですか？いろんなことをやってるんですけど、宿泊だったり、ベビーリーフを作って、へー、かわいいな。ハーブティーをやったり、あとは洋ランを作ったり。あ、ほんまにいろいろやってますね。あとは旗織り体験とか、あ魚体験とか、なんかここではどういう時間を過ごしてほしいとかってあるんですか？ありますね。人と自然がなんか共存してるって、こういう感じを感じ取っていただけるような場所、そういうところを目指して。確かにいいですね。なんか場所的にもすごいなんか綺麗な景観の中にポツンってある感じしますもんね。今回はですね、お土産としてそのハーブティーを私飲みに来たので、はい、お邪魔します。これがそのおっしゃってたハーブティーですね。あ、そうです。美味しそう。レモングラスとレモンバーベナっていうハーブティーなんですけど、実はこれ熱帯植物なんです。だから普通に湯布院みたいな環境では育たない。そうですよね。だからこれを温室の中で温泉熱を使って大分、すごい。大分といえば温泉ですもんね。あ、そういう仕組みでこのティー作ってたんや。ちょっと入れてみましょうか。いいんですか？ありがとうございます。はい。いいですね。湯布院の景観見ながら飲むって。これがさっきのオリジナルティーですか？そうです。レモングラスとレモンバーベナ。めっちゃいい匂いする。どうぞ。ありがとうございます。皆さん、今回ご紹介したお土産はいかがだったでしょうか？今日紹介したお土産以外にも由布市にはまだまだたくさん魅力的なお土産があるので、ぜひ皆さん来てみて探してみてはどうでしょう。今回ご紹介したお土産は概要欄の方に載せてますので、そちらの方チェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。